皆さんこんにちは。ドル旅第6弾ということで京都府へとやってきました。もともと5カ所に絞ってこの企画を行う予定でしたが、せっかくリクエストをいただいたり、僕としてもまだ西日本で行きたいところがあるので、もう少しこの企画を続けることにしました。今回はここ京都駅がスタートとゴールで、予算は300ドル、日本円で4万5千円となります。早速ですが、京都駅前で何やらイベントをやっていたので、僕も参加することに。京バームのイベントだったんですけれども、サイコロを振って1が出れば丸々1ついただけるという神イベントでした。残念ながら僕たちは1が出なかったんですが、それでも参加賞としてミニ京バームと店舗で使える割引券をいただけたので、無料参加でこれはすごくありがたいですね。今年はいつが秋だったのと思うくらい暑さと寒さの差が激しいですが、秋といえばやはりもみじが綺麗なので、今回の旅のテーマはもみじ。京都の紅葉スポットを中心にお届けしていきますので、ぜひ最後までお楽しみください。京都の紅葉スポットでここは外せないでしょということで、京都駅からバスで清水寺周辺へとやってきました。やはり紅葉シーズンということで人はめちゃくちゃ多かったです。ただその分臨時バスも出ていて、少し並びはしましたが、思っていたよりも早く、そして片道230円という安さでこちらへ来ることができました。確か前回京都の撮影に来たのが桜がちらほらと、咲き始めた3月上旬だったんですが、その時の動画でも紅葉シーズンの京都に行ってみたいと言っていたような気がします。それとこの企画をやる前にリクエストを募集したところ、前回の京都 Vlog はまだ声を入れてなかったので、声を入れてまた京都の紹介をしてほしいと、そんなリクエストもいただいていたので、今回は迷うことなく、京都府を選びました。今回の動画は先週撮影しに行ったばかりなので、まだ紅葉も楽しめますし、そういった意味でも皆さんの旅の参考になれば嬉しいです。平日に仕事をして帰ってから編集をしているので、正直大変ではありますが、旬のネタを出せるのは僕としても嬉しいですね。清水寺周辺の様子は前回の京都 Vlog でも紹介していますが、やはり何回来ても雰囲気が良くて最高でした。ただ紅葉シーズンということもあり、3月よりも人はやはり多かったです。今回は夜のライトアップされた清水寺も撮影してきたので、動画の終盤でそちらも紹介しますが、有名な撮影スポットとなるとそれはもうとんでもない人の数で、撮影の順番が回ってくるまでにめちゃくちゃ時間がかかるので、皆さん行かれる際は閉園時間をよく調べて、そして早めに行くことをお勧めします。今は若菜というお店に向かっているんですけれども、実は前回の京都 Vlog ではそちらのお店でランチをいただきました。その際にインスタグラムに載せたところ、ご丁寧にスイーツも美味しいのでぜひ食べてみてくださいとお返事をいただきまして、いつかまた行きたいなと思っていたので、また来ました。今回はお団子をいただいたんですが、注文してから焼いていただけるので、外はカリッと中はふわっふわで、他のお店とは一味違ったお団子をいただくことができました。これがめちゃくちゃ美味しいので、写真を撮りたい気持ちもわかるんですが、せっかくなので写真を我慢してでも出来上がってすぐに食べてみてください。いや、お前は写真撮るんかいと皆さん思ったんじゃないですかね。僕は皆さんに動画で伝えたかったんで撮りましたけど、本当に出来たてが最高なんで、ぜひ皆さんはより美味しい時に食べるようにしてください。このカラフルで綺麗な場所も前回の京都 Vlog で紹介しておりますので、気になる方はそちらをチェックしてみてください。話は変わりますが、前回動画投稿したのが2週間前になりますが、山口旅行の時にレコーディング体験をしたのをきっかけに初めて歌を載せました。それがまさかの反響で、
動画を出す前までは正直歌を載せることに、すごく抵抗があったんですが、ありがたいことにこれまで旅をしてきたのは何だったのかと思うくらいのペースで再生回数が伸びているので、不定期にはなると思いますが、今後もやっていこうかなと思います。もしリクエストがあればコメントしていただけると嬉しいです。歌はもともと聴くのも歌うのも好きですが、曲によってその当時の思い出が蘇ってくるところが僕は一番好きです。前回の動画ではゆずさんの栄光の架け橋を歌わせていただきましたが、こちらの曲は自分にとっては昔からよく聴いている自分にとっての応援歌のような曲なので、よく入院中の辛い時期ですとか、そういった時に聴いてたのを、今でも思い出します。実際に前回投稿した動画にも、リハビリ中の様子なんかも載せましたので、まだ見てない方はぜひチェックしてみてください。ということで、先ほど清水寺の前まで、本当に目の前までですね行ったんですけれども、夜の清水寺を今回皆さんにはお見せしたいなと思うので、昼の清水寺の様子は、一旦お預けということで、この後、ここで、お昼ご飯をいただいて、夜に少し備えて、行くんですけれども、夜の清水寺の様子をしっかりと楽しんでもらえたらと思います。で、今食べてるのが油そばになるんですけれども、エビの油そばっていうのを僕今まで食べたことがなかったので、ちょっと美味しそうだなと思ってこちらのお店にしました。実際に油そばといってもですね、そんなに油っぽくないので本当にあっさりしていて美味しかったです。はい、ということで、夜になるのが早いなと思われた方もいらっしゃるかと思いますけれども、なんせですね一日中動画を撮り続けているので、もう本当に1から10まで上げようと思うと動画時間がすごいことになってしまうんですよね。実際皆さんもそんなに長い動画は見たくないと思いますので、もう今回も、いつもそうなんですけれどもギュッと凝縮して動画編集をしておりますので、もういきなりですけれども夜の清水寺を皆さんにお見せできればなと思います。これから清水寺の中でも一番有名な紅葉が綺麗に見えるスポットへと向かっていきたいと思いますが、今回は撮影時のブレを防止するジンバルという機材があるんですけれども、そういった機材は使用できませんでしたので、いつもよりブレがひどかったり、画質が落ちるかもしれませんが、そこはご了承いただければと思います。紅葉を見に行こうとなった時に皆さんがおそらく迷われるポイントっていうのが、紅葉の色づきがどうかというところだと思うんですけれども、僕はですね、例えばインターネットの方で、清水寺もみじとかって打ってですね、色づき具合がどうかっていうのを調べるんですけれども、僕が行った時のこの撮影が11月18日の土曜日だったんですが、インターネットで調べたところ色づきは4割から5割と表示がされてありました。行く前までは4割から5割の色づきと思って行ったんですが、だいたいそれぐらいか、もう少し色づいてるかなというような印象でした。ただですね、これに関しては正直運もあるので、何とも言いようがないですし、僕も天気予報士じゃないんで分かんないんですけど、おそらく僕が撮影した時よりも気温もぐっと、いきなり下がってきたので、おそらくこの動画を上げているのが11月25日の土曜日なんですが、この週っていうのは7割から8割ぐらいはもう色づいてるんじゃないかなと思います。なので関西の方でもしこの動画を動画投稿した後すぐに見られた方は、ぜひですねお時間があればこの清水寺に足を一回運んで見る価値十分なので行ってみてほしいですね。ということで、動画ではギュッと時間を凝縮してお届けしてきましたけれども、本当にこの日は一日清水寺周辺で遊んできましたので、明日は2日目ですね、嵐山の方に行きたいなということで、今から、めちゃくちゃこれ夜遅いように見えるんですけれども、実はそこまでまだ遅い時間ではないので、嵐山の方に移動していきたいと思います。
阪急嵐山駅へとやってきました。以前にも京都 Vlog で着物フォレストなんかがある駅を紹介しましたが、今回はそこから渡月橋を渡ったこちらの駅周辺のホテルを予約しました。先ほどの阪急嵐山駅から歩いて5分もかからないぐらいの場所にあるところなんですけれども、こちらのムランさんへと今回は宿泊させていただきます。お部屋なんかっていうのは基本的に一般的なホテルとそう変わりはないんですけれども、こちらのムランさんはサービスがめちゃくちゃ良かったです。若干プラス料金がかかってしまいますが、格安で近くのレストランで朝ごはんをいただくことができたり、嵐山で有名な温泉にこちらも格安で入ることができます。さらにプラス料金を払えば、先ほど玄関に置いてあった赤い自転車ですね、こちらをレンタルすることができるので、遠くに行きたい方なんかにとってはものすごく便利だと思います。2日目の様子、来週また動画投稿するんですけれども、そちらを見ていただいたら、皆さんもですねおそらく分かっていただけると思うんですが、正直嵐山を観光するのには自転車はそんなに必要ないと思います。なぜなら人がめちゃくちゃ多いので、自転車で人を避けて走る方が難しいです。今映像に映っていたのがお部屋となるんですけれども、こちらの洗面台とトイレ、シャワールームは共有でした。この日はかなり遅くまでの撮影となったので、実はこの時点ではまだ晩ご飯を食べておりません。晩ご飯を食べる場所があるかなと心配していたんですが、ホテルの近くにめちゃくちゃ美味しい居酒屋を見つけたので、そこにですねぜひ皆さんにも食べに行ってみてほしいので、最後にそちらの映像を少し載せてこの動画を終わりにできればなと思います。今回僕も初めての秋の京都をお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。途中からですねちょっと眠気との戦いに必死になりすぎて、もう何を話したか覚えてないんですけれども、次回の動画からもっといい、動画編集ができるように頑張りますので、今回はちょっと多めに見てもらえたらと思います。高評価、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。それではまた来週。